こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が、無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。頑張らないと続かない。昔の僕は本気でそう思っていました。でも今は逆です。頑張るのをやめたら続くようになりました。もちろん怠けるって話じゃありません。Kindle を40冊以上書いて、最近では YouTube も毎日のように更新できているのは、頑張ったからじゃなくて、頑張らなくて済む仕組みを作ったからです。今日はその中でも特に効果があった7つのコツをお話しします。1つ目、前日にちょっとだけスタートする。1つ目は、前日にちょっとだけ始めることです。例えば YouTube。僕は撮影する日の朝にゼロからテーマを考えません。前日の夜に明日はこのテーマで話そう。そこまで決めて寝ます。すると翌朝、もうスタート地点に立っています。人ってゼロから始めるのが一番エネルギーを使います。でも、テーマだけでも決まっていると、あとは話すだけになります。ほんの5分でもいい。タイトルだけでもいい。一文だけでもいい。前日に未来の自分を少し助けてあげる。これだけで翌日のハードルはかなり下がります。2つ目、朝一でとにかく始める。僕は朝起きたら、コーヒーを入れて、パソコンに座るところから一日が始まります。ガストへ行く日もあります。カフェへ行く日もあります。でも、その前に一瞬だけでも仕事を始めます。今日は10分だけ。そんな日もあります。でも不思議なことに、10分だけのつもりが30分になり、1時間になることも多いんです。やる気が出たから始める。ではなく、始めたからやる気が出る。この順番を大切にしています。3つ目、煮詰まったら場所を変える。3つ目は、場所を変えることです。僕の家には作業デスクがあります。でも、ずっと家にいると、さすがに集中力は落ちます。そんな時は、無理に続けません。歩いて、カフェへ行ったり、ガストへ行ったりします。すると、頭が切り替わるんですよね。場所が変わるだけで気分も変わります。アイデアも出てきます。だから僕は集中力が切れた自分を責めません。環境を変えるだけです。続く人って根性がある人じゃなくて環境を使うのが上手な人なんだと思います。4つ目、長期目線で考える。4つ目は長期目線で設計することです。僕は何か面白いことを思いつくと、一気に進めたくなるタイプです。いわゆる過集中ですね。でも、その勢いだけで走ると、その後反動が来ます。だから最近は、1年続けるなら、という視点で考えます。今日100点頑張るより、毎日70点で続く方がいい。1週間で燃え尽きるより、1年後も続いている方が価値があります。だから僕は、あえてペースを落とします。5つ目、仕事を小さく分解する。これが結構大事です。例えば、本を1冊書く。これだけ聞くと、すごく大変そうです。でも実際は、タイトルを考える。構成を作る。一章を書く。表紙を作る。紹介文を書く。出版する。たくさんの工程があります。だから僕は最初から一冊書くと考えません。今日は構成だけ。今日は一章だけ。今日は表紙だけ。というように仕事を細かく分けます。人って大きな仕事は始められません。でも小さな仕事なら始められます。だから僕は頑張ることより始めやすくすることを大切にしています。6つ目、計画は守る。でも前倒しはしない。6つ目は、
計画を守ることです。ただ、ここで一つだけ意識していることがあります。それは、前倒しをしないこと。普通は、前倒しで進めるのは良いこと、と言われますよね。でも僕は逆でした。僕が計画を崩すときって、だいたい前倒しなんです。今日は調子がいいから、明日やる予定の仕事まで終わらせよう。明後日の分もやってしまおう。その日はすごく達成感があります。でも、その反動で次の日は疲れてしまう。さらに次の日もペースが戻らない。結果として、長期的に見ると計画が崩れてしまうんです。だから最近は、調子が良くても、その日の予定まで終わったら終わり。もちろん少し遅れる日もあります。でも、それは全然気にしません。1日遅れることより、1週間止まることの方がよっぽどもったいないからです。僕は、早く進むことより止まらないこと、そちらを大切にしています。7つ目、完璧主義をやめる。最後は、完璧主義をやめることです。これは今でも難しいですね。計画を立てると、どうしても予定通り進めたいと思ってしまいます。でも現実はそんなにうまくいきません。急に眠くなる日もあります。集中できない日もあります。予定外のことも起こります。だから、計画は崩れる前提で考えています。今日はできなかった。それなら、明日少し挑戦しよう。そのくらいで十分です。大事なのは、計画を 100% 守ることじゃありません。プロジェクトを最後まで終わらせること。本を書くなら、途中で止まらず一冊出版すること。YouTube なら、毎日100点を目指すことじゃなく、更新を続けること。僕は、完璧な一日より、続いている一年の方が価値があると思っています。だから、60点の日があってもいい。70点の日が続けばそれで十分です。ここまで7つお話ししてきました。振り返ってみると、僕は頑張らない方法を探してきたわけではありません。頑張り続けなくても済む方法を探してきました。前日に少しだけ始める。朝一でスタートする。場所を変える。長期目線で考える。仕事を分解する。前倒ししない。完璧を目指さない。全部に共通しているのは、自分を追い込まないことです。気合だけでは人は続きません。でも、仕組みなら続きます。僕は意志の力を信じるより、仕組みの力を信じています。だから今でも Kindle を書き続けられています。YouTube も楽しく続けられています。もちろん、今日は休みたいなと思う日はあります。でも、仕組みがあるから、また自然と戻ってこられるんです。最後に、今日の話を一言でまとめると、続けられる仕組みを作ることが本当の努力でした。ということです。僕は昔、続かない自分を責めていました。もっと頑張らないと、意志が弱いんだ。そんな風に思っていました。でも違いました。必要だったのは、もっと頑張ることではなく、もっと続きやすい環境を作ることだったんです。人は、意志だけでは変われません。でも、仕組みを変えると、毎日は少しずつ変わっていきます。もし今、続かないな、と思っていることがあれば、自分を責める前に、仕組みを少しだけ見直してみてください。前日に5分だけ始める。仕事を1つだけ小さくする。今日は10分だけやる。それだけでも未来は少し変わるかもしれません。僕もまだまだ試行錯誤の途中ですが、これからも頑張ることより続けること、そんな働き方や暮らし方を大切にしていきたいと思っています。今日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。
また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。